2022年6月16日から30日までの双子座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。6月16日から30日までの双子座さんのリーディングを行います。まずはお誕生日おめでとうございます。こちらにエンペラーが出ておりまして、このお誕生日の時期にエンペラーが出ているということで、この新しい年齢を迎えたあなたが、今のあなたにふさわしい世界を築いていく。こちらにクリアのカードも出ておりまして、人生の目的を果たす扉が次々と開かれていくと言われてるんですが、あなたが今置かれている環境で、今の年齢を迎えて、この時を迎えているからこそ、その流れに乗って扉が開かれていく。この時、これを達成すべく、もしくは、これを始めるべく、自然と好条件が重なっていく。でもその過程に至るまでに、成長痛のような痛みや苦しみを伴うような出来事がある。そしてその成長痛のような出来事というのは、今までのリーディングから言うと、5月後半から続いている方いらっしゃるんじゃないかなって思うんですが、前回カップの4が出ていたんですけれども、今回カップの5と6が連続して出ております。このクリアのカードも流れを表すカードなんですが、この双子座さんのために引いているカード自体も前回のカップの4から引き続き5、6ととても流れを感じさせる。どんなに大変なことがあったとしても、その出来事が次に結びついて、この次々と展開していくスピードというのが、この6月中旬から後半に入っていくと、よりその速度を増していく。物事が高速に展開していって、あなたの人生の目的を果たす扉が開かれていく。そして自分らしい世界を築いていく。今回、このカップの6とエンペラーのカードに木が描かれていまして、今のあなたに合わせて、もしくは人生の目的に合わせて、根を植え替える必要がある方がいるんじゃないかなって思うんですが、その場合は、成長痛にあたる出来事というのが、それに気づかせるための出来事。こちらに灰のカードも出ておりまして、特に体調が思わしくない方がいるんじゃないかなって思うんですが、あなた自身があなたの体を通して根を植え替えるべきだということを訴えかけてきている。その根を植え替えるというのも、お仕事、恋愛、結婚、趣味など何かしらのグループ、もしくは住んでいるお家、いろいろ考えられるんですが、共通しているのは、あなたの心が悲鳴を上げている。心の不調が原因で、体にも症状が現れている方がいるかもしれませんが、その場合はこの期間内ですぐに訪れてくる根を植え替えるタイミングの前触れ。この組み合わせから言うと、もう限界の方がいらっしゃるんじゃないかなって思いますので、健康第一で、今のあなたにふさわしい場所に根を植え替える。
この時ですと高速に流れが進んでいくので、あなたの人生を変えるぐらいの大きな変化であっても、スムーズに進んでいくと思います。特に人間関係でトラブルを抱えていた方は、そこから離れる時を迎えている。しかもこの時の根の植え替えというのは、あなたがリスクを冒さなくても、自然と変わっていく方に流れていく。そしてこの時の注意点としては、とにかく健康第一でいる。自分の健康を最優先させるということと、こちらに爪のカードが出ておりまして、自分からリスクを取らない。この時は自分からあえて賭けに出るとかリスクを取らなくても、とても大きな変化がある時、そういう流れなんですね。なので、その流れを止めるようなことになるリスクにはあえて手を出さない。とにかく流れに委ねる。中には環境がまるっきり変わるという方もいるかもしれないんですけれども、そういう時は自然と良いお仕事や良い人に出会っていく。そしてそれはあなたの人生が好転していくサインにもなるんですが、このカップの毒が出ているということで、昔からのお友達、幼馴染まで遡る方もいるかもしれませんが、昔からのお友達があなたの相談に乗ってくれたりとか、あなたを助けてくれたりとか、あなたに大きなヒントをくれる。あとはあなたが昔から好きで取り組んでいること、それが直接お仕事につながっている方もいるかもしれませんが、こちらにフィーリングスのカードも出ておりまして、とても感覚的なこと、うまく説明できないけれど好きで続けていること、例えば漫画を描く、イラストを描くなど、小さい頃から好きで、今でも趣味やお仕事で続けていること、そういったこともこの時のあなたを助けていく。好きなことをすることでメンタル面で支えられるということもあると思いますが、そのあなたが感覚的に好きなことということを共有できる人が周りにいる。もしくはこの時共有できる人に出会っていく。そしてそれがあなたの人生の新しい扉を開いていくきっかけになる。それで恋愛で言うと、この成長痛にあたる痛みというのが、失恋の場合でも、例えばお相手の方に対して一気に気持ちが冷めてしまうような出来事があって、すぐに気持ちを切り替えて、次に根を植え替えることができる。普通だととても時間がかかってしまう癒しのプロセスというのも、とても早く進んでいく。その癒しのプロセスの過程で、昔の友達と再会をして、その人と付き合いが始まっていくとか、昔お付き合いしていた人と復縁をするとか、お友達があなたにぴったりな人を紹介してくれるということもあると思います。それぐらいとても流れが早い。そして、この時からお付き合いを始めていく人というのは、あなたと楽しめるものというのが一緒の人、全く一緒ではなくても、それを楽しんでいるあなたを普通に理解してくれる人、その場合は、この時までにお別れした人というのは、あなたと趣味が全く違っていたとか、あなたが楽しんでいることを理解してくれなかった人、もしくはあなたがそれを隠していたとか、そういう意味でも合わなかった人なんじゃないかなって思います。そしてこの根を植え替えることによって、まずはあなたが健康になっていく。心身ともに力を取り戻していくというのと、お仕事面で根を植え替える方の場合は、転職をする、独立起業をする、部署移動になる、転勤をするなど、何かしら場所や所属、肩書きが変わる。それによってあなたの運気が好転していく。地位が向上していく。収入がアップしていく。趣味で何かしらの創作活動をされている方も、例えば SNS や YouTube のアカウントを新しく立ち上げる、もしくは本名で活動していた方がペンネームに変える、ペンネームで活動していた方が本名での活動に変える、そういう変化を通して運気が好転していく。
もともとあなたが楽しんでいることは変わらないんですけれども、場所や環境が変わることによって、あなたの気づいている世界が変わっていく。この時期お引っ越しを予定されている方も、その環境に根を植え替えることによって、健康面だけではなく経済面が好転していく。この時期は体調面が優れない、ご病気になって現れている方もいるかもしれませんが、その痛みや苦しみというのは、運気が好転していく前のサインですので、この高速に展開していく物事、出来事の流れに身を委ねて、あなたしか持っていない感覚を活かせる世界に根を植え替えていただいて、大活躍していただきたいなと思いました。それでは6月16日から30日までの双子座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。